じゃあ、刀っていうのは工芸品なのか、アートなのかっていうことを考えたときに、刀はやっぱり武器という要素もありますので、あのめちゃめちゃ綺麗で刀だと思うんです。Ask a master swordsmith what he makes, and you'd expect a simple answer: a weapon. But 15th generation smith Kazuki Kawashima isn't so sure. Is a katana a craft, a weapon, or a work of art? In this conversation, he works through the question and lands somewhere unexpected: that art may be as necessary to human life as food, shelter, and clean air. 作り始めた時は、はい。職人として僕は、えー刀を作り始めました。ずっと職人でありたいとずっと思っていました。じゃあ、職人と、それから芸術家っていうのは、どこがどう違うのですかっていうことも考えなければいけないです。じゃあ、職人が作ったものは、例えばじゃあ、何ですか？芸術家が作ると、その作ったものは何ですかっていうことにもつながってくるじゃないですか。で、職人として作るものっていうのは、まあ、作られたものは、工芸品になるのかな。実用的なものっていう、実用的なものがあっての職人だと思いますので、作られたものは、工芸品であったり、伝統工芸品と呼ばれるものになるんじゃないかなと思います。じゃあ、芸術家はじゃあ何を作るかっていうと、芸術家が作ったものは、芸術品、アートになりますよね。そうすると、じゃあ、芸術品っていうのは実用的価値があるのかないかっていうよりも、もう本当芸術品っていうのは見た感じが全てっていうか、インスピレーションを受けたものがこう全てっていうふうに思うんですよね。じゃあ、刀っていうのは工芸品なのか、アートなのかっていうことを考えたときに、刀はやっぱり武器という要素もありますので、あのめちゃめちゃ綺麗で刀だと思うんです。で、例えば竹を切った時にスパッと切れる、藁を切った時にスパッと切れる、切れ味が非常にいいっていうことは、刀としての基本的要素だと思うんです。これがないと、やはり刀にはならないと僕は思います。切った時に刃がポロポロっとこぼれるとか、曲がってしまうとかっていうのは、もうそこでは刀としての最低基準を満たしていないんじゃないかと僕は考えています。じゃあ、刀っていうのは、じゃあもう伝統工芸品ですよね。実用的の価値がある、伝統工芸品ですよね。じゃあ作る人は職人さんですよね。っていう考え方で僕今まで刀を作ってきましたが、去年、アートフェスティバルというものに、参加させていただきまして、アートっていうのは本当に素晴らしいな、現代アートっていうことを、現代アート展に行かせてもらったんですが、その現代アート展を見たときに、現代アートっていうのは本当にこう、みんながインスピレーションでこう作るもので、で、現代アーティストたちっていうのは、例えば、もうインスピレーションを受けて自分のその感性をこう表現するっていうものだと僕は認識したんです。じゃあ、刀にはそういう要素が全くないのかって言ったら、そんなことはないんです。刀にもアートな、要素っていうのは非常にやっぱりあるんです。ただ刀っていうのは、キャンパスがもうきっちり決まってるんですよね。例えば、
インスピレーションを受けたからって言って、日本刀を作ったときに、これぐにゃぐにゃっと曲がった日本刀っていうのはやっぱりありえないし、キャンパス地っていうのが刀っていうのはしっかり決まっています。その中で、この小さな決まったキャンパスの中で、どれだけの個性をこう自分の中にそこに出すかっていうのが非常にやっぱり難しいし、見た感じでもやっぱり見るのが理解するのが難しいところなんですよね。例えば地金が、今回はこう板目をちょっとこう変化させてこんな地金を作りましたっていうのを、見てくださいって言ってもパッと見た感じで、誰でもが分かりやすいっていうわけでもないんですよね。なので、日本刀っていうのは、伝統工芸品でもあり、アートでもある、両方の価値を兼ね備えたものだと思っています。だから、今までは職人として僕は刀鍛冶をしてきましたが、アーティストの部分っていうのも、やっぱり必要なんじゃないかなっていうふうには考えています。じゃあ、アートは何ですか？じゃあ、アートっていうのは一体何ですかって考えたんです。で、アートっていうのはひょっとすると、例えば部屋にアートなものが一つあると、そのアートなものを見たときに自分の心が癒されるじゃないですか。その一つのアートがあると、なんとなくその一つのアートがあると、その空間がなんかいい感じだなっていうふうにこう思ったりする。じゃあそのアート作品が発しているものっていうのは何かっていうと、その、アーティストがなんとなくのこのインスピレーションをこう自分の中で受信したものを形にするっていうものなので、アートっていうのはひょっとすると、こう、アーティストを通じた宇宙のエネルギーの、宇宙のエネルギーをこう共有してくれるものじゃないかなっていうふうに最近思っています。わかりますかね、この感じ。なのでね、僕自身は、はい。職人でもあり、アーティストにもなりたいな、アーティストにならなければいけないなっていうのを最近ね、これ最近なんですけど、もう去年ぐらいからそのことをすごくこう思うようになってきました。なるほど。ありがとうございます。わかる？なんとなくわかりますが、そこまで深くは正直、やはり実際に作っていないので、わからないですが、その自分が作る意味は何かというところですよね。だから、アーティストでもないといけないということですかね。アートの意味っていうのをちょっと、僕ちょっと前に調べたことがあるんですけれども、どうだったかな。アートっていうのは、人にとってどうしても必要なものなんです。例えば一番必要なのは食べ物であり、住む環境であり、いい空気であったりするんですが、それとともにアートも人には必要らしいんですよね。なるほど。なんでアートも人に必要。はい。どうしてそれ？じゃあ、作る人は、アーティストは、今僕はひらめきを受けて、そのひらめきをこう形にするって僕言ったんだけど、そのひらめきっていうのはどこから来るんですか？アーティストは一体何を表現しようとしてるんですか？っていうことなんです。おそらくね、アーティストっていうのは、例えば自分の頭の中でね、考えるのは、
本当に限りがあると思うんですよね。で、おそらくは、はい。宇宙からのインスピレーションをこうもらって、その宇宙からのインスピレーションを形にする人がアーティストなんじゃないかなと思います。じゃあ、宇宙の何を形にするかっていうと、宇宙の調和したエネルギーであったりとか、愛のエネルギーであったりとかっていうのをアーティストが自分にまずイメージとして受信します。そしてそれを表現して、絵にしたり、音にしたり、音楽にしたり、工芸品、彫像品にしたりすると思うんですよね。なので、アートっていうのは宇宙エネルギーを三次元に表したもの。これが僕はアートなんじゃないかなと思います。だからアートっていうのは自分が、はい。はい、人に必要なものなんじゃないかなと思いますね。At Dream of Japan, we believe a katana is more than steel. It is craft and conviction and, yes, art. Like, subscribe, and join the newsletter for more conversations like this one with 15th generation swordsmith Kazuki Kawashima.